こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回は、何これ？なんか上とか横とかにスイッチがいっぱいついてんのね。そうよ。ジョイオーディオ VZ10 のレビューです。もうちょっと早くレビューしたかったんだけど、入院してた遅れはまだまだ取り戻せなくて、7月中には追いつけそうな感じだけどね。今回はジョイオーディオさんから直接連絡をいただいて送ってもらったんだ。価格が1万台中盤ぐらいだけど、スイッチによる音質変化にプラスアルファがあるなぁと感じたんで、価格もそのぐらいになるんだろうなぁと思った。ありだともうちょっと安いみたいだよ。ところでプラスアルファって何？くっつくやつ？それはアロンアルファでしょ？いひひ。プラスアルファについては後でね。外観は重さが実測片側 8.5g とそこそこな重さ、厚みも割とある方かな。レジンシェルとメタリックだけど多分メタルじゃないフェイスプレート、セミオープン設計のようだけど音漏れはほとんどなく、リスニング時の開放感もあまり感じない。見た目が結構大きく装着感悪そうだけど実際はそこまでじゃない。でももうちょっと丸っこい方が無難じゃないかな。チューニングスイッチは装着した時上に来る方がメイン、耳の後ろになる方がサブね。シニアグラスかけないと全然見えないわ。シニアグラスってかっこいい言い方だね。老眼鏡でしょ？おい。ドライバーはダイナミックタイプが1機で 7mm だからかな、低域が極端に強い印象はなかったよ。 BA は50024が2機、 ZAX や ZAS にも搭載されてた中古域用 BA。 これがコンビネーションということでここでは ×1 になってるよね。そして KZAS16 などに搭載されている BA29689 が2機、これは中域担当のようね。ってことは50024が中古域から小域までカバーしてるのか。50024や29689自体は以前から皆さんもよく聞いてる音だと思うんで、 VZ10 自体の音に特に新しさは感じないかもね。そうなんだ。でもさ、BA の数はこのぐらいでも十分な気がしたよ。サウンドチェックはやっぱりスイッチのサウンドバリエーションですよね。全部やるんですか？それは勘弁しておくれ。この波形の3パターンで収録したよ。極端なセッティングのやつ、ブルーのオールスイッチオフを音調整の基準にした。その他はこの間に入ってくると思ってもらえれば。この波形パターンについては後半で深掘りしてみるよ。イヤピもケーブルもバンドル品使用。はい、了解です。ではサウンドチェックです。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。やっぱり実機での変化とはちょっと聞こえ方が違うのが残念でしたね。それは仕方ないね。方向性さえ分かればよしとしてるんで。そうですね。ではバンドルイやピ3種の波形比較です。メモリーフォームのやつがあんまり広域伸びてないね。そのせいだったのかな。ミミィがさっきチューニングスイッチが全部オフでこのイヤピで視聴した時、広域がちょっと伸びきらない感じしたんよ。私もそれはなんとなく感じたわ。でもそれだけじゃなくて中低域から中域の出方の影響も大きそう。他の2つはここしっかり出てるね。これをこのチャンネルで使用頻度の高いイヤピ3種と比較するとこうなる。ああ、ファイナル E はいつもの感じね。バンドルイヤピに近いのはどれかな。これだね。セドナイヤーフィットライト。そしてダンジジム TAP ビートレベルの広域は中間的な位置に見えるね。次はスイッチオールオフの状態で聞いた印象ね。詳細は上の画像で確認してもらうとして、ざっくり言うとあまり分離を優先した作りには感じず、まとまりを優先している印象。バックは横へ広がり、さらに一歩引いた感じ。キックとベースで一層、中広域で一層、広域一層のようで、立体感より全体のまとまりが優勢。スイッチ調整で広域を伸ばすため、デフォルトでは余裕を持たせている感じ。と、こんなところなんだけど、スイッチ調整でこの印象がガラッと変化したんで、本題のチューニングスイッチの測定結果を見ながら進めようか。はい、なんかワクワクしますね。スイッチたくさんで切り替えるのなんかめんどくさいな。ミミィちゃん案外めんどくさがり屋さんなのね。でも確かにスイッチ多すぎな見た目がちょっとぐったりするわね。私も測定めんどくさいなーなんて思ってたけど、実際やってみたら案外シンプルだった。分かったこともあったし。まずは低域側から、左側が低域拡大、右が全体。メインスイッチの2、3、4で設定ね。波形変化とスイッチ設定は色で表示してる通り3段階で調整できる。次は広域側。こっちは右側が広域拡大、左が全体。サブスイッチの2、3、4で設定する。こちらも波形変化とスイッチ設定は色で表示で3段階で調整 OK。次は中域。500Hz から 2kg ぐらいをターゲットにしているらしい。サブスイッチの1で調整。左のグラフはスイッチオフの時のカーブの青色と重なっちゃってよくわかんないから、右のグラフで青のカーブを細く表示してみたけど、ほとんど変化がわからなかった。最後にメインスイッチの1。これをオンにするとゲインが上がってオフのブルーのカーブに対してオレンジのカーブになる。でもただゲインが上がるだけじゃなくて低域が少し垂れてきてるね。スイッチの機能はこれで全部で、メインもサブも全部オンにするとピンクのカーブになる。でこれもゲインが上がってるけど、聞くときってこんなにレベル変えないよね。音大きくなったらそれまで聞いてたレベルにある程度合わせるはず。それが右のグラフでレベル合わせた。あれれ、結構特性が変わるんですね。もしかしてこれがプラスアルファなの。これは予想していなかったってことね。そうだね。 VZ10 の別の顔が見えるような。怖ー。裏の顔？裏も表もないわよ。どっちも VZ10 よ。まあそれは冗談だけどさ、基本の変化をオレンジかピンクにしてから調整すると面白いのかな。私はそう思ったよ。特にピンクのカーブと質感が気に入ったね。 VZ10 の基本ブルーのカーブでは低域から中低域を越して中域まで減衰が少なめで、あまり見かけない感じのカーブだと思う。最近だと BQ ワイズウィンターをちょっと思い出したね。それ以前の記憶だとディンハイハイ D1MAX とかかな。いわゆる中域が芳醇な感じ。それに対しオレンジのメインスイッチ1だけオンの場合は中域から中高域のどこがさらに盛られてるけど、低域は結構絞られてる。これは低域がタイトで結構カラッとした質感。そしてオールスイッチ4のピンクのカーブが実は結構いい感じだった。固めな音だけど低域は適度な量感だけどタイトさもあって、中域はよく見かける感じの減衰。そして中高域以降は他2つのカーブに似ているけど、7キロあたりのピーク以降は一番出てる。ブルーとピンクでは VZ10 の音質の方向性そのものが違って聞こえるのが面白かったね。柔らかめなブルーと固めでモニターライクなピンクのカーブといった風に。なるほどね。これをベースに例えば右上のピンクの広域を調整するパターンとか、右下のブルーで柔らかめをベースに広域だけ調整するかって考えると簡単ってことなのね。そうだね。もっとパターンはあるけど極端な例を表示したんで、あとはこの間の設定で微調整すればいいんじゃないかな。この手のスイッチ調整で今まで一番面白かったのは低域、中域、中高域、広域が調整できるヤイン、キャノンだと思ってるけど、 VZ10 の調整もキャラクターそのものが変化するんで調整幅は広いと思ったよ。さらにバントルのメモリーフォームのイヤピとかで広域を少し落ち着かせたりもできますよね。好みの音を見つけるまでがまず楽しそうですね。時間はかかるかもしれないけど、そもそもチューニングスイッチ付きが欲しい人ってそれがやりたいから買うんだと思うんだよね。 VZ10 はそういう意味で買って後悔はしないんじゃないかな。VZ10 はまさかのチューニングスイッチ8個で、最初はどうなることかと思ったんですが、質感の変化が分かってしまえばめんどくささは消えて面白くなっていたんで、なかなか良かったですよ。ジャックさんはスイッチ全部オンからのピンクの波形をベースに調整するのが好きなんでしょ。そうだね。ちょっと固めでモニターライクな音が好きだからね。KZ、AS24 も同じような仕様なので、これからレビュー作りますが、調整の方向性は同じなのかななんて思っています。
ドライバー構成が全然違いますし、AS24 の方がデザインが好きっていう人が多い気がしますが、さてどうなりますか？ということで、ジョイオーディオ VZ10 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。